こんにちは。さて、今回はブレンダーです。フリーキャドでレリーフを作成する動画をアップしましたが、内部処理をブレンダーで行っていました。ブレンダー側の操作方法を全く説明してませんでしたので、今回サクッと説明します。先に謝罪しますが、手抜き説明です。ちゃんと説明しようとすると大変なので申し訳ありませんがご了承ください。さて、今回の目標は直方体の上面にレリーフの 3D モデルを作成するところまでやってみたいと思います。ブレンダーのバージョンは動画作成時点で最新の 4.43 です。では始めましょう。ざっくりとフリーキャドとブレンダーの違いをウプ主の視点でまとめるとこうなります。フリーキャドは 3D プリンターで何か作りたいという場合は非常に簡単です。ただし CAD である以上厳密な設計が必要になるので、ゲームキャラクターのようなモデリングは全く向いていません。ブレンダーは CG の用語を知らないと初見で挫折すると思います。まずは CG 関連の用語を勉強するところからとなってしまいます。画面も複雑なのでどこに何があるか非常に分かりづらいです。ということでウプ主の感想ですが、 3D プリンターを使いたいという目的であればフリーキャドをおすすめします。ただブレンダーは非常に多機能で強力です。フリーキャドにはない魅力があります。今回はレリーフのような絵画やアート作品を作ろうという目的です。そういうのはフリーキャドには向いていないので、ブレンダーもいじってみようという感じだと思ってください。作業工程はこの9工程です。とりあえず今回は工程1と2は省略して、すでにハイトマップが存在する時点から進めます。今回はブレンダーの操作なのでサブディビジョンという機能を利用します。ただしブレンダーでエクスポートしたオブジェクトをフリーキャドで使いたい場合はサブディビジョン機能を使うと形状破綻で失敗します。形状破綻の原因はこれだけではありませんが、サブディビジョンを使わないことでフリーキャドで加工処理を行えるケースがあることは確認済みです。あくまでウプ主の調査結果ですので、適当に聞き流すレベルで判断してください。では実際にブレンダーをいじってみましょう。まずブレンダーを起動すると画面の真ん中に立方体がポツンと配置されていると思います。この立方体が表示されている部分を 3D ビューポートと呼びます。続いて右上のカメラとかキューブとかライトとか表示されているのがアウトライナーと呼ばれる場所です。アウトライナーのキューブが画面に表示されている立方体です。その下の画面をプロパティエディターと呼びます。プロパティエディタの左側に縦にアイコンが並んでいると思いますが、いろんな種類のプロパティを編集できます。ファイルとか編集とかが並んでいるところは一般的なアプリケーションと同じメインメニューと呼びます。その隣のレイアウト、モデリング、スカルプトとかが並んでいる場所はワークスペースと呼びます。メニューの下段のオブジェクトモードとかビュー、選択、追加とか記載されているところは 3D ビューポートのヘッダーと言います。左側のオブジェクトモードは編集モードと頻繁に切り替えて使います。タブキーで切り替えることができますので覚えときましょう。あとは左端に縦に並んでいるアイコンのところをスルバーと言います。移動とか回転とか拡大縮小とか押し出しとか行えます。とりあえずこれだけ知っとけば OK です。では工程3から始めましょう。工程2までで作成しておく必要があるハイトマップはこんな感じのを用意しました。今回正確な説明をしようとすると大変なので手抜き説明とさせてください。用意するハイトマップ画像は周囲が黒、高さ0の画像としてください。さてこのずんだもんは横541ピクセル、縦787ピクセルです。ということでこの立方体の大きさを画像サイズに合わせましょう。オブジェクトプロパティタブのスケールを変更します。スケール X を 54.1、Y を 78.7、G を10に設定します。これで直方体が画像のサイズと同じアスペクト比になりました。続いて工程4です。直方体の上面を切り離します。現在オブジェクトモードになっていると思いますが、直方体キューブを選択した状態でタブキーを謳歌してください。編集モードに切り替わります。次に選択モードで面選択モードをクリックします。これで上面を指定できるようになります。実際に直方体の上面をクリックしてみてください。
画面上分かりにくいですが、上面のみ選択されています。上面が選択されている状態で右クリックでメニューを開いてください。分離選択をクリックしてください。上面と直方体の本体が分離されます。キューブが直方体家具、キューブ001が上面です。次、工程後です。まず上面を細分化します。編集モードで上面を選択した状態にしてください。続いて右クリックでメニューを開いて細分化を選択します。細分化をクリックすると左下に細分化のメニューが表示されます。この細分化とは、面を物理的に細切れに分割します。左下の細分化メニューで分割数を入力します。ここでは10としました。この分割数とは、分割数1だと1つの面を1回分割して4つの面にするという意味になります。分割数を増やすと処理が重くなりますので注意してください。では次にサブディビジョンサーフェスを適用します。一旦タブでオブジェクトモードに戻りましょう。続いてモディファイアープロパティを開きます。プロパティタブでスパナのアイコンです。上面のキューブ001が選択されている状態でモディファイアーを追加を謳歌します。検索項目がありますのでサブディビジョンと入力してください。サブディビジョンサーフェスという項目が見つかるはずです。サブディビジョンサーフェスをクリックしてください。プロパティ画面に細分化というのが表示されると思います。さてここでシンプルに設定してビューポートレンダーの分割数は6とします。細かい説明をすると長くなりますので省きますが、サブディビジョンサーフェスというのは見た目を分割する機能です。ビューポートは画面表示上の分割数、レンダーは最終的にオブジェクトをエクスポートでファイルに出力する時の分割数だと思ってください。ポリゴンを分割するわけではなく、画面表示上の分割なので高速に処理できるという意味の機能だと思ってください。続いて工程録です。モディファイアーを追加でディスプレイスを追加してください。ここで新規ボタンを謳歌するとテクスチャと表示されます。続いてテクスチャプロパティ画面を開きましょう。テクスチャプロパティはチェッカーのアイコンです。テクスチャプロパティに開くというボタンがありますのでクリックします。ファイル選択画面が表示されますので工程2で用意したハイトマップ画像を選択します。プレビューに画像が読み込まれて直方体上面にも立体画像が描画されます。 G 軸の上から見るとこんな感じです。さてもう一度ディスプレイスに戻ります。ここで強さという項目の値を変更してみてください。立体図形の高さを変更できます。次に中間レベルを変更してください。直方体上面自体の高さが変更されたのが分かりますでしょうか。この強さと中間レベルで造形の高さや上面の位置を調整してください。今回は手抜きの説明とさせてください。中間レベルを調整して直方体上面と直方体側面の上部をぴったり合わせてください。ハイトマップ画像の周囲が黒0の場合、中間レベル0でほぼ側面上部と合うと思います。次は工程7のサブディビジョンディスプレイスの適用です。ディスプレイスの強さや中間レベルが決まったらサブディビジョンとディスプレイスを適用します。必ずサブディビジョンディスプレイスの順番で適用してください。非常に分かりづらいですが、アイコンが並んでいる一番右のドロップダウンボタンをクリックしてください。メニューが出てきて適用という項目が存在します。適用をクリックしてください。適用するとサブディビジョンの項目自体が消えます。ディスプレイスも同様に適用を行ってください。続いて工程8の直方体上面と本体の統合です。アウトライナー画面を見ると分かりますが、まだ直方体本体のキューブと直方体上面のキューブ001が分離しています。この2つをコントロールキーを押しながら両方選択します。そこで右クリックするとメニューが出てきますので統合を選択してください。統合するとアウトライナーのキューブが1つになります。さてこれで完成かと思いたいところですが、直方体の上面と下部を1つにしただけでポリゴンがつながったわけではありません。四角いマスの上に蓋を乗せただけというニュアンスだと思ってください。ただ今回は手抜き説明ということでこれで一旦完成とさせてください。
このままだと非多面体という状態なのですが、ブレンダーの使用上はそのまま直方体としてエラーとせずに扱えます。ブレンダーは CAD と比較したら適当ですが、非常に柔軟なツールとも言えます。一応せっかくなので工程9の接合部分の話は概要だけ説明しておきます。工程9、直方体上面と本体のポリゴン接合です。まずタブキーで編集モードに切り替えましょう。編集モードに切り替わると黒く表示されますが、単純にエッジが表示されているだけです。これを側面が見えるように近づいてみましょう。見てみると上面はポリゴンのエッジだらけなのに側面は真っ平らですよね。つまり上面の一つ一つのポリゴンに側面がつながっていないということになります。そのため上面のポリゴンのエッジと側面のエッジをつなげる必要があります。変ループのブリッジという機能でつなぎ合わせます。分かりやすい図形を用意したのでそちらを使って説明します。この例では上面がうねうねしていて下の立方体とつながってないですよね。ではまず編集モードに切り替えてみます。拡大してエッジの部分を見てみましょう。上面は細かいポリゴンですが側面はただの板状態です。ではまず上面のエッジをオルトキーを押しながら選択すると黄色く表示されたのが分かりますでしょうか。続いて側面のエッジをシフトキーを押しながら選択します。側面のエッジが白く選択されたことが分かりますでしょうか。この2つのエッジが選択されている状態でメニューの変ループのブリッジを実行します。実行すると上面と側面の間にポリゴンが生成されました。ではこれをオブジェクトモードで見てみるとちゃんと上面と側面がつながったことが分かりますね。こんな感じで上面と側面のポリゴン結合を行います。今回は細かく説明すると大変なのと時間の都合でここまでとさせてください。ディスプレイスを使った立体形状は破綻している面が多くて単純に接合できない場合があります。それを一つ一つ解説するのは困難なのでご了承ください。ということで工程8の統合までで一応ブレンダー的にはエラーなく形状が生成できると思います。今回はブレンダーの説明を試みてみました。手抜き説明でしたが手抜きでなんとかなってしまうのがブレンダーです。慣れてしまえばフリーCADとは違う手軽さが味わえると思います。ということで今回はこれでおしまい。ご視聴ありがとうございました。